猛然と走り寄ってきた男に抱え上げられ連れ去られてしまった女性。この後彼女にどんな運命が待っていると思いますか。2020年9月17日、イギリスレスターシャー州ロスリー。もうあんたとは無理、別れて。運転席の恋人を怒鳴りつけ車から勢いよく飛び出したその女性の名はエンジェル・リン。おい待てよ。恋人のチェイ・バウスキルは慌てて追いかけ、すぐにエンジェルを抱え上げます。エンジェルを力ずくで車に引き戻すと、バウスキルは勢いよくアクセルを踏みました。多くの車が行き交う道路上で公然と喧嘩をしていたそのカップル。この時は誰も想像していませんでした。この後彼女のエンジェルが全身不随になってしまうなどとは。恋人との修羅場によって全身不随になるほどの重傷を負った女性。一度捕まったら絶対に逃げ出せない、その男の恐怖の束縛とは。男は女性が気づかぬうち、身も心も全て支配していたんです。おぞすけんちゃんです。いやー、みやみこです。というね、みおさんね、最近嬉しいことがありまして、なんでしょう。結構アルゴ見てる方は知ってる人は知ってるんじゃないかなと思うんですけど、軍神さんって知ってます？あー、軍神さんね。先日ですね、シュメルに来ていただきまして、番組で見た時はさ、コスプレで王毅将軍の格好してたけど、どんな格好で来た？いつも通りの黒スーツで、あ、黒ですか。はい、裏側もねあまり変わらず、本当に。に丁寧な方で、いろんな方が最近ご来店いただいてね、視聴者さんもねもちろんね来ていただくことも多いんですけど、お店でね僕らをね見かけるようなことあればね、だいたい隅っこでね C 社吸ってるんでね、ぜひお声掛けいただければと思います。今回はイギリスで起きた非常に恐ろしい傷害事件をご紹介します。犯人は異様なレベルの束縛男で、被害者の女性はその束縛関係から絶対に逃げ出せない状況にいたんです。まずさ、恋人の関係なのに支配関係なんていう言葉を使うのがおかしいじゃない、そもそも。逃げ出せないっていうのは、要するにもう監禁事件ってこと？これは。この事件のね非常に恐ろしいところは、監禁などされずとも女性はねこの男の言うことに従わざるを得ないっていうね心理状態にあったことなんです。そんなね心理状態にあった女性なんですけど、あることがきっかけでね、その女性がいざね逃げ出そうと決意した時、事態はねさらに恐ろしいものへと展開していったんです。あいつさえいなければ。2020年9月17日、イギリスレスターシャー州ロスリー。午前11時頃、幹線道路を走っていた男性は目を丸くしてブレーキを踏みました。おい君、大丈夫か？慌てて車を飛び出した男性。道路の真ん中には若い女性が横たわっていたのです。男性は何度も呼びかけましたが、彼女は完全に意識を失っており、応じる気配もありません。ほどなくして救急車が到着し、女性は緊急搬送されることに。搬送されたその女性の名はエンジェル・リン。彼女は頭部に複数の骨折を負い、脳内出血を起こしている非常に危険な状態にありました。連絡を受け、駆けつけた両親に医師は深刻な表情でこう告げます。申し上げにくいのですが、助かる可能性は高くありません。医師の言葉にその場で泣き崩れる両親。彼らは手術が行われる間、ただ祈ることしかできずにいました。あいつさえいなければエンジェルはこんな目に遭わずに済んだはずなのに。そう、両親には娘のエンジェルを悲惨な目に遭わせた犯人はあの男しかいないと確信している人物がいたのです。事件から約1年前の2019年の夏、エンジェルはスマホに表示されたあるメッセージを眺め、幸せそうに笑みを浮かべていました。愛してるよ、ずっと一緒にいよう。そのメッセージは最近できた恋人チェイ・バウスキルから送られてきたもの。共通の知人を通して知り合ったエンジェルとバウスキル。2人は出会ってからまだ数週間でしたが、バウスキルの熱烈なアプローチもあって交際を開始。思いをストレートにぶつけてくれる彼の言葉をエンジェルはとても嬉しく感じていたのです。6人兄弟の真ん中に生まれ、家族や友人から愛されて育ったエンジェルは明るく社交的な女性。法医学者の夢を叶えるために学校へ通いながらも、生活費を自分で工面するために複数のバイトを掛け持ちする努力家でもありました。しかしこのところ、エンジェルは長らく本来の元気を失っていたのです。原因は17歳から交際していた彼氏との破局。元彼とは互いに家族公認の仲だったほか、共通の友人もたくさんいたため、別れたことで周囲とも気まずくなってしまい、エンジェルはひどく落ち込んでいたのです。そんな折に出会ったのがバウスキルでした。出会って間もないにもかかわらず、将来は結婚したいとまで伝えてくる彼は少し推しが強すぎるようにも思えました。しかし元彼との破局で傷ついていたエンジェルにとって、自分だけを見てくれるバウスキルの存在は救いに思えたのです。
いい男風にこの人見えてんだけど、最終的にさエンジェルになんかしてくるわけでしょ。距離の詰め方がちょっと早すぎんのもなんか気になっちゃうような嫌な感じよね。まあお察しの通りで、バウスキルはエンジェルが彼氏と別れて弱っているところに付け入ろうとしたんです。交際が進むうち、彼の様子は徐々におかしくなっていったんです。気づかぬうちに。交際が始まって間もなく、バウスキルからは毎日のようにこんなメッセージが送られてくるようになりました。今どこ？誰と何してるんだ？彼はエンジェルの行動を常に気にし、詮索を繰り返しました。しかし元彼との破局の傷が癒えずにいたエンジェルにとって、そこまで気にかけてくれる人がいることはむしろ嬉しいことだったのです。そして数ヶ月が経つと、彼氏のバウスキルはエンジェルと常に一緒にいたがるようになり、二人は外泊を繰り返すように。ずっと彼と一緒にいられて幸せだわ。家にはめったに帰らず、高級ホテルを転々とする日々。宿泊代は全てバウスキルが支払っており、贅沢極まりないその生活にエンジェルはこの上ない愛情を感じていたのです。ただこの頃からエンジェルには友人たちも異様に感じるある変化が現れていました。エンジェル？なんかめちゃくちゃ雰囲気変わってない？久しぶりに会ったエンジェルを前に思わず眉を潜めた友人。以前のエンジェルはいつもスカートを履き、女性らしく明るい色合いの服装を好んでいましたが、今目の前にいる彼女は地味なスウェット姿、メイクや髪型すら気を使っていない様子だったのです。またエンジェルの友人が異様に感じていたのは、彼女の見た目の変化についてだけではありません。それはエンジェルが友人からパーティーに誘われた際のこと。彼女が友人を乗せて運転していると、運転中ですぐに対応できないにもかかわらず、鳴りやまないスマホの通知音。どこに向かってる？誰といるんだ？彼氏のバウスキルからのメッセージは、エンジェルが返事をできずにいる間も途切れることなく届き続けていました。そしてエンジェルがパーティー会場へ足を踏み入れると、おい、パーティーには男がいるんだろう。浮気か？消えろバカ女！彼氏のバウスキルから送られてきたのは、エンジェルの行動を全て見透かしているかのようなメッセージ。エンジェルは背筋を凍らせ、慌ててパーティー会場を飛び出します。そう、バウスキルはパーティー会場まで彼女の車を尾行していたのです。実はバウスキルはエンジェルと出会った当初から綿密に彼女の洗脳計画を進めていました。元彼との破局で心を痛め、家族や友人とも距離を取るようになっていたエンジェル。バウスキルはそのことを見抜き、過剰なほどの恋愛感情をアピールして、その心の隙間に入り込みました。エンジェルを連れてホテルでの外泊を繰り返したのは、さらに家族と距離を取らせるため。メイクや髪型、服装に無頓着になったのもバウスキルの指示で、友人や他の男性と関わらせないようにするためでした。挙句バウスキルはエンジェルの SNS まで管理し始め、男性からの友達申請は全てブロック。明らかに異様なその支配体制も、彼の巧みな心理的マニピュレーションによって、エンジェルは全て自分を思ってのことと受け入れるようになっていたのです。心理的マニピュレーションってなんなのよ。ここまでされててエンジェルはおかしいって気づいてなかったわけよね。ポイントはね、エンジェルが家族や友人との接触を断たれていたことにあるんです。本日のメトラキーワード、心理的マニピュレーションについて。心理的マニピュレーションとは、 DV や詐欺などによく利用される見えない支配の手法。表面的には優しく見せかけながら相手の思考を誘導するのが特徴。被害者は強制されたことでも自分の意思で選んでいると錯覚し、支配されていることに一切気づかないのです。心理的マニピュレーションの典型的な手口は、家族や友人とのつながりを徐々に減らし、外部の情報を遮断すること。加害者としか人との接点がない状況を作り、正常な判断力を奪うことから始まります。その状況で行動を細かくチェックされたり、自分の落ち度を責められたりすると、被害者は無意識に加害者の感情を優先するようになるのです。バウスキルは高級ホテルを手配してこの上ない愛情を装いつつ、エンジェルに自分以外の人間と接点を持たせない環境を作り上げました。エンジェルが嬉しく感じていたバウスキルの愛の言葉も何もかもが、彼女を支配するための罠だったのです。こうしてエンジェルを完全に支配下に置いたバウスキル。ここからさらに彼の束縛は異常性を増していくんです。逃れられない支配。2020年初頭、バウスキルと交際し始めて半年が過ぎようというその頃、エンジェルは彼からの突然の電話に思わず言葉を失いました。俺、逮捕されちまったわ。
一体なぜバウスキルは逮捕されてしまったのか。先ほども説明したように、バウスキルは高級ホテルを手配してエンジェルを常にそばに置き、愛情を装って支配していきました。しかし彼になぜ連日高級ホテルを手配できるほどのお金があるのか、皆さんは不思議に思わなかったでしょうか。実はバウスキルは自動車の窃盗グループに所属しており、盗んだ車や部品を売り飛ばす犯行を繰り返していたのです。グループが車の鍵を盗むために侵入した家は41件、盗んだ車は51台、被害総額は日本円換算で1億円を超えていました。こうしてバウスキルは4ヶ月間刑務所に収監されることに。以前から彼が悪であることにはどことなく感づいていたエンジェル。バウスキルが重大犯罪者であることを決定づける逮捕の知らせは普通なら別れのきっかけになるはずでしたが、実はそうもいきませんでした。もしもし、私よ。バウスキルが収監されてからというもの、エンジェルは毎日夕方6時になると自宅の固定電話の前で待機するようになりました。それはバウスキルから毎日その時間に電話に出るよう指示されているため、彼はスマホではなく固定電話に出させることで、エンジェルがどこかへ遊びに行ったりせず自宅にいることを証明させようとしたのです。今日はどこへ行った？男と話してないだろうな。来る日も来る日も繰り返しそう質問を投げかけるバウスキル。少しでも怪しい返事をすれば彼は浮気だと言って激しくまくし立てるのです。毎日必要になる電話代は全てエンジェルに送金させていました。刑務所に入ってても束縛し続けるなんてもう気持ち悪すぎるわよ。でも4ヶ月で出所してくるのよね。それが分かってたら確かに無視はできないわよね。それもそうなんですけど、この時のエンジェルっていうのは洗脳されてる状態にあったんで、そもそもね、逃げるっていう選択肢もなかったのかもしれません。4ヶ月の服役期間を終えると、バウスキルはすぐにエンジェルの自宅へ押しかけました。刑務所へ入る前、80ポンド貸しただろ、返せよ。恋人のエンジェルを睨みつけるようにしてそう言い放ったバウスキル。エンジェルはそのお金に覚えがなく、おそらくそれは彼が出所したてでお金がなかったためにでっち上げたものでした。戸惑うエンジェルを目にした父親はその場でバウスキルに80ポンドを渡し、彼を怒鳴りつけたのです。二度と娘に近づくな！しかし以降もエンジェルへのお金の無心は止まらず、彼女のバイト代はほとんどバウスキルのタバコやガソリン代に消えていったのです。束縛も一層激しさを増し、1日に何十件と届くメッセージへの返事が数分遅れただけでも浮気していたと罵倒される始末。精神的に追い詰められていったエンジェルはこの後のある出来事をきっかけについにバウスキルとの別れを決断するのです。2人が交際し始めて約1年後の2020年7月9日、エンジェルの自宅を訪れていたバウスキルは庭先で彼女と口論になり、その頭を壁に思い切り叩きつけました。立てよクソ女、もっとやってやる！エンジェルが地面に崩れ落ち、痙攣を起こしているにもかかわらず彼女に罵声を浴びせ続けるバウスキル。この時は怒鳴り声を聞きつけた隣人が止めに入ったため大事には至りませんでした。とはいえ大怪我を負いかねないバウスキルのその振る舞いにエンジェルは強くこう思ったのです。早く別れなきゃ大変なことになる。もう頭を壁に打ち付けられた上で痙攣してるってもうヤバすぎるわよ、この状況。下手したら脳に障害を負っちゃうレベルでしょ、これは。でも洗脳が解かれるきっかけになったってことよね。よくね、思い出してください。これね、冒頭でも触れたようにですね、結局エンジェルはただでは済まないんです。唯一の逃げ道。バウスキルに暴力を振るわれたあの日から2ヶ月後の2020年9月17日、エンジェルは早朝のバイトを終えた後、彼とその友人ロコさん総務を車で迎えに行きました。そしてバウスキルから暴力を振るわれて以来、別れを切り出すタイミングをずっと伺っていたエンジェル。車が走り出して間もなく、彼女とバウスキルは口論になったのです。もうあんたとは無理！別れて！激しい剣幕で声を張り上げると、エンジェルは車の外へ飛び出しますが、バウスキルはすぐにその後を追います。待てよ！エンジェルを抱え上げ無理やり車に押し込んだバウスキル。バウスキルと友人サンソームはエンジェルを挟むようにして座り、彼女の逃げ場をなくしてしまいます。そして再び車は走り出すのですが、午前10時47分、幹線道路を走っていた男性ドライバーは前を走る銀色のバンをいぶかしげに眺めていた。危ないなあ。左右にフラフラと揺れながら走るその車、なぜそれほどに揺れているのか、後ろを走る男性には知る由もなかった。次の瞬間、反射的に急ブレーキを踏んだ男性。彼は銀色のバンのドアが突然開き、何かが道路に投げ出されたのを見た。道路に投げ出されたのは、そう、エンジェルだった。おい、大丈夫か？
男性は彼女に慌てて駆け寄ると必死に声をかけた。そうしているうちに前を走っていた銀色のバンは大きく U ターンし、エンジェルが転落した現場へと戻ってきた。おい君たち、一体何があったんだ。銀色のバンから降りてきたバウスキルと友人ソンサームへ向かって問いかける男性。バウスキルはひどく取り乱した様子でこう言った。知らねえよ、そいつが勝手に飛び降りたんだ。事件当時、バウスキルのバンは時速100キロ以上で走行していたとされ、そこから転落したエンジェルは到底無事では済まない状態でした。頭部を強打した彼女は複数の骨折や内出血を負い、頭蓋骨を一部切除する手術を余儀なくされます。そして助かる見込みは少ないと考えられていたその手術は奇跡的に成功。エンジェルは一命を取り留めるのですが、首から下がほとんど動かなくなってしまったのです。重度の脳障害を負った彼女は全身に麻痺を抱え、会話すらままならない状態に。エンジェルはバウスキルから逃れる代償として24時間体制の介護が必要な体になってしまったのです。ちょっとあまりにも悲惨すぎるわよ。エンジェルが自ら飛び降りたってのは本当なわけ？バウスキルが突き落とした可能性もあるんですが、被害者のエンジェルはですね、喋れる状態にないので、真相はね、定かではないんです。いずれにしてもね、エンジェルは飛び降りでもしないとバウスキルからね、逃げ出せないと思ったわけなんで、かなりのね、恐怖心をね、植え付けられていたってことなんです。裁判においてバウスキルとサンソームは口を揃えて、エンジェルは急に車から飛び降りたと供述。陪審員は飛び降りたのか突き落としたのかで意見が割れていましたが、証拠がなかったため傷害については無罪となるのです。2022年1月22日、サンソームは誘拐で有罪となり懲役21ヶ月の刑に。同日、バウスキルは誘拐と支配的行動、司法妨害の罪で懲役7年6ヶ月の判決を下されました。最終的にバウスキルは検察の上訴によって刑期が12年に延長されています。エンジェルは裁判の間にも昏睡状態にあり、肺炎やコロナウイルスにも見舞われますが、それらの試練を乗り越え生き延びました。そして事件から3年後の2023年5月、エンジェルは自力で立ち上がり、9月には一言ママと発しました。依然として前途多難であることは変わりませんが、彼女は今も必死に前に進もうとしています。エンジェルほど強い気持ちの持ち主だったとしても、人間は盲目的な状況に置かれればいともたやすく洗脳され支配されてしまうもの。恋人が相手となると愛ゆえの行動だと信じたくなることもあるでしょう。あなたは気づかぬうちに言いなりにされてしまっていたことはありませんか？泥沼の状態に陥る前に異常だと気づいて助けを求めることが、その支配から抜け出すための第一歩ではないでしょうか。おっそっす。皆さんいつもね、アルゴメトリをご視聴いただきありがとうございます。改めてなんですけど、この度ね、恵比寿の西口ね、徒歩、5分ぐらい、日比谷線4番出口から10秒ぐらいですかね、のとこに、シーシャバーシュメルっていうね、店をね、オープンしたんで、ぜひね、皆さんね、ご来店いただければと思います。今まではですね、僕とヤミコさんとかね、実際公開収録でね、使わせていただいたりとかね、したんですけど、週に2、3ぐらいはね、僕はいますと、ヤミコさんはね、稀にいると噂されてるんですけど、ぜひね、この2人に会えた時にはね、声かけていただければと思います。今のところね、2、3割は視聴者さんなんですよ。で、声かけてくれて、一緒にね、写真を撮ったりとか、そういったこともできるんで、特に C 社好きな方とかね、C 社行ったことないよって人でもね、もちろんうちのメンバーが教えたりもできるんでね、ぜひね、来ていただければと思います。おお、ここはアンティークとジャズのぬくもりに包まれるデート最強スポット、恵比寿駅徒歩4分。地下へと続く階段を降りると、そこには中世ヨーロッパの古いお城を思わせる大人空間が。ここはアンティークのぬくもりとジャズの音色に包まれながら過ごせるデート最強スポット。そしてオリジナルドリンクは中世の偉人たちの物語がテーマ。オリジナルのネルソンコークは荒れ狂う海を乗り越え勝利をつかんだネルソン提督のロマンを凝縮した爽やかな一杯。アンティークに包まれたフロア席では全席電源完備で充電器貸し出しもあるので、身軽にデートに繰り出しても安心。しかもとっておきは防音の完全個室。ここではカラオケはもちろん本物のレコードも聴けるので、二人きりで古き良き時間旅行へ。二人きりで過ごせるお城体験。恵比寿シュメルで甘い夜を。